まあでもまあ一言で言えば変な人たちだね。バースもね、お前もね、悔しい負け方するとちょっと飲まれちゃうみたいな、飲まれないようにしないといけないんですけど、こういうメンバーで集まってるからこそ、他の、皆さんに対してなんかこう言いたいこととか聞きたいこととか何かありませんか？めっちゃある。 Make gamers more significant シグネーター。今回の大会のキャラ使用率、フェニックス今回も 0% だったけど、確かに。いや一応予選では削りとか出して。ああ出してた。でもまあなんかレイキャビックでは 0% だったけど、あれ？どうもです。ちょっとバースに呼ばれて来ました。あれ？誰だ？エグジストのポエムです。なんで？飛び出たからな。なんでだ？ちょっとバースに呼ばれて急に来いよお前来いよ言われて。俺が勝手に呼んだ。急にそんな緩くていいんですかこれ？今までで一番大所帯ですか？大丈夫ですか？むちゃくちゃや。やりてえ方で。はい、小山さん急遽来て、本当ガチで急遽来たんいやそうですね、本当にもう電話でお前地下やろ家お前来いよ。はい、急に来ていただいたので、椅子がなくて申し訳ないんですけどちょっとそこで一緒にじゃあ会話にね入っていただけるとありがたいです。小山さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。で、フェニックス頭一緒に飛んじゃったよ。0% だったけど、今回も、何したら採用されると思う？何のバフされたら？全部じゃん。俺もマジで俺もリメイクかなって思うよな。リメイクするしかないと思うけど、なんかフラッシュもっと強くしたりとか、なんかブリンクできるようにしたらね。いやあり。確かにあれ自己完結型な感じだよな。ウルトはいいと思いますけどね。ウルトは強い。ウルトは強いマジで。残りが壁ブリンクにしよう。テレポートしないようなキャラ。炎でパチンとか言って。あれフォールドラインみたいな性能すればいい。ありっすね。あり。なんか誰か使ってほしい。使って強いとこ見せてほしい。前ずっと使ってたじゃないですか。いやボロクソやれてるけど俺めっちゃ好きなんですよね。じゃあラズは何？これがこうなってくれたら嬉しいなみたいなのないの？まあ今のスキルを片っ端から全部強化しよう。じゃあリメイクや全部リメイクや。結局リメイクや。じゃあ1個ずつ上げて1個ずつ。まずカーテンを10秒にしましょう。10秒。プレイズの時間を伸ばす。曲げれる10秒でなんかそうしたら一緒に上がるときに味方も一緒に上がれるみたいな使い方もできるなって。でまずフラッシュで次はフラッシュを効果時間 1.5 秒とかにしよう。当たったら死にます。はい。回避してもかなりきついっていうやつ？いや回避したらきつい。回避してもきついんで割と今もそのままなんだけど、そこは武器構えるのを多分 0.2 秒ぐらい早くしたら背面で受けてもフェニックスその炸裂した瞬間に顔出せるから避けても一緒に顔出してきてうざいみたいな。でそれをしやすくなるために武器構えるのを2.2秒でいいから早くしたら多分フラッシュの炸裂と一緒に顔出せるから強い。モロトフはHP100 回復しよう。アーマーも一緒に。アーマーも一緒にはずるだろ。アーマーはずるだろ。レイナやん。これファーストラウンド始まった瞬間いきなり足元でボーンって投げた瞬間に。いやダメかそれは。ウルトはまあ今のままでいいんじゃないか。俺ウルト延長ありかなと思ってるな。延長はやばいって。やばい。キル取ったら延長ありじゃない。6だよあれ。いや普通にね。一生ウルト使い続ける。例えばあれはウルト中は足が遅くならないとかどういうアビリティ食らってる。面白いな。結構動き止まっちゃうじゃないですか。グラビティベルで止まったり、それこそトレードマークですっごいノルマになっちゃうじゃないですか。調子ここトレードマーク1本で足が止まるってフェニックスなんですよね今。いいですね。じゃあ効果時間2秒ぐらい伸ばしてスロー効かない。でなんかウルト中に倒したらポイント上げましょう。いやそれはずるだろ。めちゃくちゃ強いね。それは強いだろ。ウルト中にエース取って次のラウンドオーブ取ったらもう一回ウルトだよ。いやポイントはちょっとずるいから置いといてもそんぐらいしてもいいかなと思いますね。全強化必要だね。0% ってすごいもんな。
他のキャラ絶対なんかで使われてたのに0%って唯一夜ですら行ったからね。夜です夜ですらって強かったし。強かったもんね夜マッチをあの影響でちょっと増えたからね、普段のマッチ夜ね。最近めっちゃ手つきますよ。ね、ネオも増えたよね。ネオも増えたケオも増えたし。増えた。じゃあ心でしょう。じゃあ続きましてポエムさん、なんかせっかく来ていただいてるので、なんかそうですね。なんかバースとか、そのペッパーさんと同じチームじゃないですか。あ、そうどんな感じでやってんのかなみたいな。普通に仲いい結構。仲いいよ普通に全然。まあちょっとしょうもない質問やったんやけど。めちゃくちゃ。確かにね、せっかく同じ。ポエムさんが一緒にそのペッパーさんとやってた時はなんかどんな感じだったんですか？めちゃくちゃ仲良かったんですけど、その飛鳥さんとかみんないる時にそのペッパーさんが飛鳥さんのことめっちゃいじったりみたいな。結構いじる系の人みたいな感じです。バースもだからめっちゃいじられるかもしれない。俺がいじる。逆にね。俺が全然バースをいじる人がどれだけいるかね。そうね。そう、ペッパーさん。見てます。ペッパーさん、ベータの時からスキルの使い方すごい上手くて、個人的にすごい推してたんで、ゲートに入って応援したいなって感じですね。よかった。俺も同じパパとしてめっちゃ推してる。そうね。ミスカーさんそうパパやもんな、同じパパやからめちゃくちゃ推してる。嬉しい。パパ同士でなんかリンクするものあるもんね。そうですね。応援したくなるものあるもんね。パパやりながらよくできるよね、ほんと。してる？パパしてる？パパしてるよ。してるけど、まあ難しい部分もある。そこは辛いけど、大変だよね。すごいよ。家族サービスせないどっかで。そう、家族サービスはマジでしないといけん。大丈夫ですか？今日奥さん電話して呼んどいた方がよかったんですか？いや大丈夫。呼ぼうや今から。やめろ。気軽に来れる人いらっしゃいますからね。こんな感じのめっちゃ増えるやん人。レベルが違う。ちょっとお子さん階段だけ気をつけてもらって。抱っこしてくれやろ。さすがにね。さすがに。はい、じゃあ次誰に聞いてもらおうかな。じゃあフィスカさん。はい。なんか誰かに聞きたいこととか。ネス君に普通にジャッジ使ってる時の気持ち知りたいね俺も知りたいわ。どんな顔してやってるのかもちょっと聞きたいね。やって表現して今表現して。嫌だよ。めっちゃついてるよでも。めっちゃついてる。やっぱ歯茎出てるよな絶対俺のことやった時。もう格殺やもん。そうよな。気持ちいいやっぱ。気持ちいい。気持ちいいもんな。コスパやばいよね。いややばい。やばい。あれは正直バグってると思う。バグってるよね。ジャッジもショーティーも。ショーティーだって150だし。150でフラクチャーのタワーとかクソ守りやすいやあれだけで。ゼータやってたな。あれどうにかしてくれ。あれさみんな気づいちまったけど、あれマジで対処できない。スタン食らっても意味ないもんね。スタン無駄、フラッシュ無駄、なんかグレッキも避けれるし、ダメージ系スキルも。対処するにはだからそれこそアストラ入れて吸引スタンでスチルで殺すしかなさそう。そう、なんかそういうアフターショックが全部格殺魔法ないと対処できないと思う。あれのせいで俺またいっぱい倒されてるよ。ランクのフラクチャーやばいらしいね。俺すげえやられてるよ俺。しかも俺走んないといけないじゃん。絶対やられるよね俺。何が何でも。でも俺ランク対処してもやられる。ランクだったら相手コントしてからタワー行かないでって普通に言ってる。絶対死ぬから。エコラウンドむしろさ、ショーティー持って2人でタワーに入ったら絶対前後押されるからさ、最悪のじゃん。マジで攻める側絶対いけないよね、タワー。大体持ってるもんな。ファーストもいけない。フラクチャーのタワー。なんかもう本当にショーティー持ってるやつばっか。ショーティーチェンバーやばいね。やばい。確かに。なるほどね。まあそれをね、こうブイブイ言わせたのはラズさんですからね、世界でね。強いところ全部出しましたからね。すいませんでした。まあとりあえずネスさんは結構日夜ついて使ってるということですね。フィスカスさんの足音分かりやすいんで。分かりやすい。ドタドタくるんで。あるんだ。ちょっとありますやん。どう違うの？なんか匂いますね。匂いが。フィスカさんやなって。
人読みっていうのそれ違うの？あ、そういうもんなんだ。ランクでめっちゃするよね俺フィスカさんめっちゃ来る。なんかアセントのボトムとか見てたらフィスカさん来るんですよオペでめっちゃ見ようぜとか言ってはい見とかちゃんと来たんでなんとなくわかるね、やっぱ。わかります。癖みたいなやっぱ抜けないんであんまり。でも、フィスカーさんも別にね、それ読んでオフィスに行くことは可能ですからね。前来ましたからね前にバーストフィスカさんいたんですよなんかさらわれんじゃないかみたいな。いやさらおうとしてたじゃんね。さらおうとしてた。さらおうとしてた。正直してた。大丈夫ですかこれ放送しちゃって。はい、じゃあ続いてはネスさんから何か皆さんもうポイムさんでございます。ポイムさんとはネスさん長いですけどね。仲いいんでいつも話します。いつも飯行ってるんで。ポエムはないな。ない。せっかく来ていただいたのにさ。聞いてやれよ。なんかあるかな。いやもう本当好きな質問皆さん大丈夫です。お、いや岸代さんに。こっち？うん。こっちに来るんだ。世界大会で日本代表を応援するのってしんどくないですか？なんかあれ多分他のチームのまあ3人でやってますよね。ああそうですね、3人で。それでも時間帯ってめっちゃしんどくないのかなと思って。予選、日本予選もそう。なんか長いじゃないですか。めっちゃ。あれ選手よりしんどいんじゃないかな。いや選手がダントツでしんどいのは分かってるんで、こっちがしんどいですっていうことは基本あまりないですね。あまりないです。あまりはあるとは思います。それはそういうなんか雰囲気になった時たまに顔色悪いなみたいな。顔色はね、一つ言うと、そのやっぱ将棋の当たり具合とかで結果的にこう上から来て、僕もともと目のクマ割とある方なんで、別にそんなに体調悪いことはないですね。大田さん崩してましたよね。大田は一回ガチで崩しました。オープニングでフラクチャーって言った後ブリーズのマップだけ見たら帰りました。そこ心配なんですよね。やっぱりこう世界大会ってね、今回もそうでしたけど、やっぱり時間がね、夜中スタートだったりするから、で我々キャスターもそれに合わせて時間をこう一回変えなきゃいけないんですよね。なので前日の夜とかにはちょっと徹夜でゲームしようって頑張って起きて、そこから寝て時間を整えるみたいな。でもね、人間ってやっぱ昼のこの日が出てる時に寝るとやっぱこう調子があんま良くないんですよね。だから自分の気づかないところで少し体調は崩れてるのかもしれないですけど。そうやって選手以外の人もアイスランドの時間とかに合わせて応援してくれるのってめっちゃ嬉しいんですよ。わざわざ。まあ見たい気持ちがありますからね。嬉しい。そうやな。でバーさんも今回ずっと見てたよ。いや大体見てたよね。なんかゆえさんとかとさ一緒になんかよく最終ぐらいから練習が始まったから、それぐらいから見れなくなったかな。皆さん用事もあったらね大変だと思うんですけど、その中でもこうキャスターだけじゃない視聴者の方もね、今回の大会に向けてこう時間を調整しながら、こう寝不足ながらもみんなで応援してくださいましたからね。そこはキャスターも視聴者の方も一緒かなというところです。じゃあ最後に、ラズさんから何か聞きたいことを伺いましょうか。そうだな、なんか直接その人にじゃなくなっちゃうけど、じゃあポエムから。俺なんかポエム？オッケーオッケー。ラキアどんな感じなの？めっちゃ気になる。めちゃくちゃ気になるんだけど。ラキアね、普段何してるんだろうとか。普段ラキアの普段の生活？まあその活動内とかもそうだけど、活動外で何かやってたりするのかな。なんかまあ普通にね、めちゃくちゃ日本語上手くてラキア。でもうね、冗談とかも通じるレベルやから。すごいね。そう本当にね、普通に話してるね。もうアニメの話だったり、なんかもう今日何食ってんのみたいな。今日何してたみたいなのも全然伝わるね。すごい。ゲーム内とかってなんかあんまり言えないか。ゲーム内はそこはもう盗まれるぞ。見た通り盗まれるよ。めちゃくちゃ性格はどんなんだ？性格めっちゃいいやつだよ。本当に。陽気？もういつもね、なんかその大会とかもそうやってんけど、ちょっと落ち込んだ雰囲気になった時とか、もう大会だからもうめちゃくちゃ頑張ろうみたい
もう悔いないように頑張んぞみたいな盛り上げるムードメーカーでもあるんでめっちゃいい。いやなんかそうKR 選手が俺の聞いてた話だとすごいめっちゃゲームする、めっちゃ研究とか頑張ってて、でなんか発言とかもすごいストレートでそのチームの成長に貢献してくれるとか俺の中でその期待がすごいんですよ。一緒にやってみたいなっていう気持ちがあって、KR 選手どんな感じなんだろう、実際どうなのかなっていう単純な疑問でした。本当に確かにね。バースにも聞いていいですか？じゃあサジェスト君、ジャルさんどうですか？サジェストはね、いやでもサジェストより HSK かな。めちゃめちゃストイックなのは。なんかそんな感じするな。どっちも日本語は結構もう。いやサジェストの方がうまい。でも HSK マジでストイックめちゃめちゃ。いいね。いろんな大会見て、その大会でなんか見て学んで強いと思った作戦を持ってきてくれたり。いいね、いいね。めちゃめちゃストイックだね。いるとチーム強くなるタイプだ。そう。ありがたいね。結構だってアナリストにそういうのをお願いするところもあると思うし、でも選手自身がそうやって動くモチベーションの高さというか、そのストイックさってすごい。それがね全部のチームがそうすれば強いってわけじゃないとは思うけど、そういうやり方もあるんだな。めちゃめちゃ負担はかかってると思う。だよね。でも雰囲気は良さそうですね。本当に話聞いてると真面目な HSK もいて、サジェストも真面目だとは思うけど、あの雰囲気だろうなっていうのはもう想像つくからね。雑談とかも全然いける。する。めちゃめちゃする。さあ、というわけでそろそろお時間となってしまいましたので、最後にですね、それぞれ皆さんから、今後の抱負についてお聞かせいただきたいと思います。まずはじゃあ、楽しいですか？はい、すみません。じゃあまずはバースさんからお願いします。そうですね。で、競技シーン戻ってきて、一発目なんで、正直、目標は優勝なんですけど、結果残せたらいいなって思ってます。まずは結果を残す。目標は最終的に優勝だけど、じゃあ攻めてあげるかと。例えばベスト8は絶対行きたいねとか。それは絶対行きたい。ベスト4かな。ベスト 4？ なるほど。前回がね、デトネーションゲーミングは残念ながらそのグループステージのところで敗退というところもあり、その思いも背負って、じゃあ今回はぜひ勝ち上がるという頑張ってください。ありがとうございます。続きましてフィスカーさん。はい。自分もそうですね。ステージ1しかもずっとベスト4だったんで、一生ベスト4なんですよ。確かにそうだ。一生ベスト4なんで、もちろん狙うは優勝ですけど、もういい加減ベスト4の壁ぶち破りたいです。いい加減。一回そこまでいける強さは間違いなくあるってことですからね。楽しく勝ちたいです。ベスト4を抜けていけるのかどうか楽しみですね。はい、ありがとうございます。続きましてネツさん。これって決意表明みたいな感じですか？今後ですから。今後って言う分には全然ただですから。ステージ2に関してはそうですね。なんか優勝もなんですけど、やっぱゼータに勝ちたい気持ちが今は強いんで、どっちにしろゼータに勝てないと優勝できないと今回も思ってるんで、今回はそれを目標にやろうかなと。ゼータに優勝もなんですけど、優勝よりゼータに勝ちに行くぐらいの気持ちで臨もうかなと思ってます。ライバルチームとしてね、言われてますからね。はい、ありがとうございます。続きまして小山さんいこうかな。そうですね。何も考えてないんですけど、急に呼ばれたからね。本当にありがとうって言って。今後の方法何か一つ。そうですね。イグジストがやっぱりその応援されるようなやっぱチームにしていきたいし、そのやっぱなってほしいので、今後もやっぱ応援してほしいなっていうのが一番強いですね。以上です。イグジストも本当ね、順位を上げてきてこれからのチームだと思いますからね。はい、応援してます。頑張ってください。では最後のラズさんお願いします。はい、そうですね。
VCT1 では、まあ、優勝することができて、まあ、良かったんですけど、まあ、1回勝っただけっていうのもあるんで、まあ今回も本当にマジで勝ちに行きたいなっていう気持ちですかね。で、世界大会にもすげえ出たいなと思ってます。せっかくね順位上げたところもありましたから、次ももっと通用する、まあ、世界大会のゼータが見たいという、ね、方も多いと思いますからね。メラメラ持ってますよみんな。オプティックをオプティックオプティック張り倒してやる。仮にじゃあ世界行けたらやっぱりこう一番リベンジというか戦いたいチームやっぱオプティックになりますか？あ、実も戦いたいですね。あとフルメンバーのフナテックとも戦いたいです。もうみんな戦いたいですね。なるほどね。俺ギャンビットとやってみてほしいんだよね。いやめっちゃやる。スクリーム練習はしてくれたんだけど、まあ大会で当たりたいよね。俺 FPX と戦ってるとこ見て FPX 見たかったですね。 FPX ね見たいね。正直エンジェルさんね。そう水月のサイファーすんごい強そうだからやってみたいんだよな。めっちゃ強い、あいつ。全部のチームとねまだ直接対決ができてないですからね。戦うためには世界大会に行かないといけないというところ大変だと思いますけど、皆さん頑張ってください。ラズさんもありがとうございました。さあ、というわけで本日は、バロランドの競技シーンより私ゆきしろと、デトネーションゲーミングのパースさん、ファブゲーミングよりフィスカーさん、そしてクレイジーラクーンよりネスさん、そして急遽お越しいただきましたイグジストよりおエムさん、そして最後にゼータディビジョンよりラズさん、以上の6名でお届けいたしました。それではシグネーター次回の動画もお楽しみにお待ちください。さようなら。さよなら。バイバイ。バイバイ。バイバイ。Make gamers more significant シグネーター